楽しいか。おはようございます。今日も宿の朝食をいただきます。パンとかマフィンの種類、昨日と違いました。無料でいただけるコーヒーと一緒にいただきます。改めておはようございます。9月28日日曜日午後1時43分です。ちょっと遅くなっちゃいましたが出かけます。正直シンガポールあんま面白くないなって感じで X、ツイッターで面白いとこ教えてくださいっていう風に呼びかけたらですね、ありがたいことにたくさん反応いただきまして、でただ笑ったのが、確かにシンガポールつまんないからやることないですっていう方も結構いて、やっぱそうなんだって感じではあるんですけど、でもただね、何人かの方というかおすすめの場所をいろいろ教えてくれたので、その中からチョイスして今からちょっと出かけようと思います。まずまたバスですね、バスに乗ろうと思います。はい、宿から歩いて5分ぐらいのこちらクラークキーステーション E というバス停から174番のバスに乗ろうと思います。174番のバス来たんで乗り込みます。ナピアステーション EXIT2 というバス停で降りました。それで今向かっているのがシンガポール植物園というところなんですけども、バス停降りてすぐっぽくて、多分あれかな、すぐバス停の端向かいぐらいにありましたね。そうですね、やはりここですね。シンガポール植物園ボタニックガーデンということで、それで X、ツイッターで情報をいろいろいただいてですね、いただいた中で、なんでこの植物園に来たかというとですね、まず入場料が基本無料というところ、有料の場所もあるみたいなんですけど、基本無料っていうところで、あとここなんとシンガポールで唯一の世界遺産らしいです。そちらに今足を踏み入れたところでございます。向こうにビジターセンターがあって、でここにお土産物屋さん、ギフトショップもありますね。この植物園めちゃくちゃ広いみたいで、もうすでになんか迷子になりそうなんだけど、しかし相変わらずとにかく蒸し暑いですね。やばい、水持ってきてない。めちゃくちゃ喉乾いた。飲み物持ってこないのは自殺行為かもしれない。あっちあっち。でこちらにヘリテージミュージアムっていうところがあるんで、ちょっと覗いてみようと思います。でこちらのミュージアムはフリーアドミッションということで無料ですね。涼しい、涼しすぎる。植物園の起源ということで、この辺は歴史ですね。植物園の歴史が展示されているようです。で2階に上がってきたんですけど、2階はなぜか冷房が効いてなくて暑いんだけど、あっちい2階で、2階は戦時中と独立後の展示みたいなんですけど、ここにジャパニーズ湘南島って書いてあるんですけど、以前日本に侵攻されたっていう出来事も書かれてるみたいですね。日本人の我々としては微妙な顔をするしかないんですが、再び外に出て歩いております。この辺はもう本当植物園ということで、もう植物が生い茂ってる感じなんですけど、今のところ面白くはないですね。さすがシンガポールというだけあって道はめちゃくちゃ綺麗ですね。もうこれは本当素晴らしいと思います。世界遺産ですから、なおさらこういう綺麗な道は気持ちいいですね。とてつもなく高い木がありましたね。綺麗な木だなこれ。私が唐突に感銘を受けた木はこんな感じらしいです。読んでもよくわかんないけど、ヘリテージツリーって書いてあります。いいね。この植物園の中でも目的地の一つだったこちらナショナルオーキッドガーデン、こちらの方に到着しましてですね、この中に入るのは有料だと思うんですけども、お金払ってちょっと入ろうと思います。ここはこちらの入場料はこんな感じで、大人のローカルじゃない人は15ドルみたいですね。はい、15ドル課金して入ってきました。オーキッドガーデンです。オーキッドは日本語訳するとランですね。ランの花になります。花には全く詳しくなくて分かんないんですけど、この辺もランになるんですかね。いや綺麗ですねって言いながらランじゃなかったら恥ずかしいんですけど、この辺はランになりますよね多分。ここってランしかないのかどうかわかんないけど、こんな映えそうな場所もありますよ。映えたい方こちらへどうぞ。このようにランと思われる花がいろんなところでいろんな種類、いろんな色のものが咲き乱れています。正直もっとランだらけかなとは思ってたんですけど、私の勝手なまた勝手な私のイメージなんですけど、有名なでっかいコチョウランがもうそこら中にうわーって咲き乱れてるっていうのを勝手にですけど想像してたんですけど、
花自身も、いや、こんなはずじゃないんですよって言ってるような、ちょっとしおれ加減が。それっぽいところに来たんですけど、なんかケージになってるところ来たんですけど、なんかやっぱ花元気ない感じなものがちょっと咲いてるぐらい、微妙。で、なんか建物になってるところがありましたね。ちょっとここ入ってみましょうか。中涼しい。めっちゃ涼しい。涼しいけど、ここもなんか花元気ない感じじゃないですか、やっぱ。こんな感じですよ。やっぱ時期が悪いのかな。でもここ、冷房効いてる部屋だから、時期は関係ないような気がするんだけど、どう見ても元気ないよね。で、やっとこの涼しい部屋の中でそれっぽいものを見つけました。これ、コチョウランでいいんですかね。やっぱそこまで生き生きとしてるようには、個人的には感じられません。で、今の白いコチョウランっぽいものと、あとこっちは綺麗ですね。でもそんなに数があるわけじゃないけど、まあこんな感じです。で、この綺麗な方は、ちゃんとコチョウランで書いてありますね。まあ、綺麗は綺麗かな、これは。で、おそらくですけど、今のクールハウス、冷房付きの室内に咲いていたコチョウランが、このオーキッドガーデンのマックスっぽいですね。ちょっと思ってたのとは正直違いました。ということで、15ドル課金したオーキッドガーデンは以上になります。今オーキッドガーデンの出入り口のとこでいろいろ飲み物が売っていたんで、この柚子ジャスミンなるものを買ってみました。ちょっと飲んでみようと思います。ではいただきます。味はね、ジャスミンティーに柚子の味が入った感じ、そのまんまで、ちなみに 3.9 ドルでした。たっけーなこんな広い芝生の広場があったりとかで、その向かいにはこんな大きい池もありますね。もう自然の宝庫って感じです。今まであんまり私いいコメントしてなかったかもしれないんですけど、この大自然の中で散歩したり散策するっていうのはいいかもしれませんね。ただめちゃくちゃ暑いですそんなに爽やかな気分にはなれないのかもわかりませんね。はい、では植物園の出口に戻ってきました。ここから出ます。で、さっきとは別方向のバスになるので、このカメラの真正面がバス停っぽいですね。で、バス停に着きまして、バスで行くものだと思ったんですけど、Google マップで調べたら MRT、地下鉄で行けるみたいなんで、地下鉄乗ります。3日目にして初めての MRT ですね。で、MRT もクレカタッチで行けるはずなのでタッチします。行けましたね。で、今いるのがナピア駅っていうところで、ここから18のマックスウェル駅まで行きます。電車はだいたい6分おきぐらいに出てるみたいですね。MRT 来たので乗り込みます。綺麗な車内ですね。はい、今マックスウェル駅に着きました。てか MRT めちゃくちゃいいですね。綺麗で涼しくて最高っすわ。で、乗車料金 1.5 ドルっぽいです。出る時もクレカで OK です。では2番出口から出て目的地へ向かいます。はい、でこの2番出口を出てすぐ目の前にあるこちらが目的地になります。名前はブッダトゥースレリックテンプルといって、なんとブッダの歯が飾られてってるらしいですね。この中華風の建物がそれになります。では中に入っていきましょう。ここから入っていいんだよね。よくわかんないけど行ってみます。何がどうなってるのかよくわかりませんが、中になるのかな。中入ってみましょう。この辺クレカで買えるんですね。面白いな。今スタッフの方に聞いたらブッダの歯は4階にあるって言ってましたね。で、こっちにエレベーターあるみたいなんですけど、結構並んでます。4階に上がってきたんですけど、すいません、ちょっとブッダの歯は撮影禁止みたいなので、すいません、私だけ見てきます。ブッダの歯があるとこ見てきました。中がめちゃくちゃ荘厳な雰囲気で、もう物音一つしないお経だけが流れてるっていう世界でしたね。そこの広間の一番奥にすんごい金ピカでできたすんごいのがあってで、おそらくそのどこかに歯があったはずなんですけど、ガラス張りで中入れないんで、その金ピカの場所はめちゃくちゃ目がいい人じゃないとわからないかもしれない。私はどこに歯があるのかわかりませんでした。で、今はですね、なんとなく階段があって上の5階に来れたんで5階に来たんですけど、こんな感じでオープンエアな感じになってますね。ここにもなんか建物があって、ちょっと行ってみようと思います。5階のこの建物の中はこんな感じになってますね。すいません、これが何なのかはちょっとわかんないんですけど、立派なものが、柱がありますね。5階はこんな感じっぽいので、もう1階に降りちゃおうと思います。外に出てきました。で、次の目的地歩いてすぐのとこ、行ってみようと思います。はい、やってきたのがコナンくんです。
さっきシンガポール植物園でランを見に行ったのはコナン君に会うためです。コナン君とツーショット撮りました。なんとなくびっくりするほど観光客いなかったですねまあ来るとしても日本人ぐらいか。またしてもここから歩いてすぐのとこにマックスウェルフードセンターっていうめちゃくちゃ有名なホーカーがあるみたいなので、そちらへ向かいます。はい、ということで本当歩いてすぐでしたね。マックスウェルフードセンターになります。中はこんな感じになってますね。店舗が両脇ずらーっとあって真ん中にテーブルがあると。でどうやらこちらのチキンライスが有名なのでこのチキンライス食おうと思います。そんな混んでないと思ったんですけどここめちゃくちゃ並んでたやっぱ超人気なんだね。こちらの店はミシュランのビブグルマンに掲載されてるらしいです。はい、こちらが超人気店のチキンライスミディアムサイズになります。スチームチキンとローストチキン両方入ってるみたいです。でこれが6ドルで別の店で缶ビール買いましてこれが4ドル。高えなビール。いただきます。ではまずビールから。昨日はタイガークリスタルだったから、ちょっと種類が違う。いただきます。めっちゃ冷えてる。うまっ。ではチキンから。チキン結構分厚いよ。まず多分スチームの方のチキンですね。いただきます。チキンはバンバンジーに入ってそうな感じ。すごいあっさりで、あとご飯も鶏の出汁で炊いたお米のはずです。ほんのりチキンの味で、次にローストの方のチキンですね。いただきます。でこっちは当たり前なんだけどローストチキンの味で、こっちもすごいあっさり。確かに身がめちゃくちゃプリプリだから評判がいい店っていうのは分かります。でちょっと気に入らないのがこんな感じで骨の部分まで一緒に出てくるんですよね。提供されるんですよね。そこがちょっと個人的には好きじゃないかな。確かにチキンは結構上質な感じはするんですよ。ただなんだろうな、個人的にはタイのカオマンガイの方が好きかな。でもこれは個人の好みだと思うんで人それぞれだと思いますが、個人的な好みとしてはマレーシアより好きだけどタイよりは好きじゃないっていう、そんな感じです。はい、ごちそうさまでした。でこの後どうしようかちょっと迷ってるんですけど、一旦ホテルに帰ろうと思います。でホテルまで歩いて13分なんで歩いて帰ります。ということでタダで水が飲めるので宿に帰ってきました。時間が夜7時24分になりました。もう一回出かけます。本当はもっと早く出かけようと思ったんですけどさっきスコールが降ってて今やっと雨止みましたね。今からですねX ツイッターでもおすすめしてくれた方がいたゲイラン地区っていうところ行ってみようと思います。今日最初に植物園に行った時と同じクラークステーション Eというバス停からバスに乗ろうと思います。63番のバスに乗り込みました。はい、ビフォアロロン23ゲイランっていうバス停で降りました。ここはゲイラン地区になるはずなんですけどどこ行けばいいんですかねで X ツイッターでゲイランの方行ってこいよっていう方が何人かいて来たんですけどどこ行けばいいんだろう。ゲイランでは何をすればいいんですかねこの辺に結構評判のいいホーカーがあるので、さっき飯食ったっちゃ食ったんですけどそのホーカーには行こうと思ってます。ホーカー以外にももちろん飯屋っていっぱいあるんですけどなんかシンガポールのローカル飯屋入りやすいんですよね。雰囲気がなんでだろう、明るいからかな。他の東南アジアと比べてもローカルの店に入りやすいんですよね。なんとなくこんなところにめちゃくちゃ良さげなシーフードレストランっぽいのがありますね。でかいな。いや食いてえなここ。でもやっぱそれなりなお値段はするのかな。やっぱメニュー見たらそれなりなお値段ですね。雰囲気超いいじゃん。結局ゲイランの賑やかなところでどこに行けばいいかわからなかったんで先ほどちょっとお話したゲイランのちょっと南側にある有名なホーカーに向かってます。この辺なんか完全に住宅街って感じっすね。ちなみに今夜の8時半なんですけど気温はだいぶ下がったんですけどやっぱ湿度は相変わらずすごいですね。気温が低いのはわかるんですけど不快度指数が高い。なかなか夜のシンガポールも快適とは言えないですね。はい、それで目的の場所に着きました。こちらオールドエアポートロードフードセンターというホーカーになります。ここは一層ローカル色が強いっていう噂なんですけどどんな感じなんでしょうね。ホーカーはこんな感じですね。ネット上の噂だと他のホーカーよりもローカル色強いって話なんですけどそんなに違いは感じないかな。サテーがある。サテーでも食べようかな。 3,4 時間前にチキンライス食ったばっかなんであんまり重いものは食べられないんですけど、サテーとか数本つまめればいいなとは思ってます。中に入ってもすごいいっぱい店がありますね。
店の数だけで言ったら今まで私が行ったところよりも全然多いかもしれない。なんと日本料理屋があります。鉄板焼き&ジャパニーズって書いてある。すごい、こんなお店もあるんですね。こちらの店でサテ頼みました。で最低10本かららしいのでしょうがないので10ドル分買いました。サテでございます。10本ですね。でこれが謎の汁で、あとハス向かいの店でキウイオレンジジュース頼みました。ビッグサイズで 3.5 ドルなので両方合わせて 13.5 ドルの夜食です。まずキウイオレンジジュースから。うまい。果物以外何も混ぜてない感じで、それがむしろちょうどいい。ではサテいただきます。でポーク5本とチキン5本にしました。こっちは見た目じゃ分かんないけど多分ポークかな。いただきます。甘いタレが漬け込んであって、まあうまいっちゃうまいですね。でこちらがおそらくチキン。いただきます。まあうまいっちゃうまいですね。甘いタレが漬け込んであって味一緒やな。10本量多いかなと思ったんですけど余裕で食えちゃいますね。でそう考えると10本10ドルは正直相当コスパ悪いな。まあうまいっちゃうまいんですけどね。ごちそうさまでした。やっぱりホーカーは楽しいですね。どこも楽しいです。ホーカーなら。ではバスに乗ってホテルへ帰ろうと思います。でこのブロック22というバス停から32番のバスに乗ってホテルへ帰ります。はい、今バスに乗り込みました。オポジットクラークキーステーションというところで降りました。ではここからホテルまで数分ですね、歩いて帰りたいと思います。はい、ということで夜9時38分、ホテルに帰ってきました。では今日はこのままシャワー浴びて寝ようと思います。で明日シンガポールの最終日になります。何するかちょっとまだ決めてないので、寝ながら考えようと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。宿の朝食をいただきます。いつも通りパンとパイとマフィン。改めておはようございます。9月29日月曜日朝10時48分になります。この宿11時までチェックアウトだったので今チェックアウトしてきて荷物を預けたところです。でチェックアウトするのでこちらのドミトリーカプセルホテルの評価をするんですけど、4.5 でお願いします。もういい点は上げたらキリがないというか、もうとにかく綺麗ですね。シャワールームも清潔、トイレも清潔、カプセル内は電源もあるしシートを下ろせるのでプライバシー性も確保できるし、ほぼほぼ文句ないですね。であと場所もいいです。歩いて行ける有名なホーカーも、2カ所ぐらいは歩いていけますね。マーライオンも近いです。歩いていけますっていうところでいいとこばかりなんで、5にしようかともちょっと思ったんですけど、そんなめちゃくちゃ安いわけではないっていうのと、あとシャワールームが清潔ではあるんですけど、ちょっと着替えとかタオルとかを置く場所がフックがあるんでかけられるんですけど、ちょっと濡れたりしちゃうっていうのが若干気になったので、4.5 にしようと思います。で今日シンガポールを出国するんですけども、フライトの時間が夜10時20分とかそれぐらいなので、今日も一日ちょっと観光したり、あと、ラストカジノ行こうと思います。それでですね、今日はですねまた昨日と同じように TwitterX で、情報をいただいた中でですね、行ってみたい場所があったので行ってみようと思います。でもう行くことはないと思ってたんですけど、また仙洞里へ行こうと思います。なので一昨日と同じように宿近くのボートキーというバス停からバスに乗りたいと思います。145番のバスに乗りました。でハーバーフロントステーションビボシティというバス停で降りました。乗車料金 1.4 ドルですね。一昨日に続いてまたセントーサエクスプレスですね、それに乗っていきたいと思います。セントーサエクスプレスの駅に着きました。でこれまた一昨日と同じように終点のビーチステーションまで行こうと思います。で乗車料金は昨日と一緒でもちろん4ドルになります。はい、ということでサクッと一昨日と同じようにビーチステーションに着きました。こちらにやってきた目的なんですけども、このすぐ近く、もう私見えてるんですけど、スカイラインリュージュっていうアトラクションがあるんですよ。X、ツイッターでそれをおすすめしていただいた方が何人かいたので来てみました。チケットはですね、今朝オンラインで買っていて、そのリュージュに2回乗れるチケットを買いました。30ドルでした。この辺がスカイラインルージュの入り口になります。最終的にリュージュで下まで降りてくるんで、まずはこのリフトに乗るみたいですね。今メールで送られてきたチケット QR コードを通して入りました。まずはこのヘルメットをつけるみたいですね。ヘルメットを装着しました。ではリフトに乗るんだと思います。はい、乗り場に着きました。平日の昼間だからか空いててよかった。今乗りました。こんな感じです。もう本当日本のスキー場のリフトと一緒。
乗り心地は悪くはないです。でリフトが向こう側とこっち側2つあるんですよね。コースが違うのかな多分。でもなんかみんなこっち来てたんでこっちに乗っちゃいました。リフト乗車中はまあ気分はいいんですけど暑いっすねもうこればっかりはしょうがないんですけど暑い。ここで写真を撮って後で売りつけられるやつですね。リフトの写真撮ってもしょうがない気がするけどね。リュージュ乗ってる時だったらちょっと欲しくなるかもしんない。ちょっと上がってきたらだいぶ見晴らしが良くなってきました。いやこれは気分いいっすね。リフトは6分7分ぐらい乗ってたかなって感じです。では早速ルージュ乗っていきましょう。これどっち？ファーストライドは左なんだ。じゃあファースト行きます。ファーストライド初めての人はここから乗れるみたいですね。ちょっとだけ待ちが発生してます。今降りてきました。カメラ手に持ちながらじゃダメだって言われたんでこの中に突っ込んで撮ってたんですけど微妙な動画になってたらすいません。感想としては正直微妙ですね個人的にはなんかそんなめちゃくちゃスピードが出るわけでもないし楽しいかとりあえずもう一回乗れるんでもう一回乗ろうと思います。ちなみにさっきあんま面白くないみたいなこと言っちゃったんですけどこのリュージュのいい点は走ってる途中でコースが分岐するんですよ。自分の行きたい方に行ける。それは楽しいですね。私は2回乗れるチケットを買ったんですけど確か最大が4回まで乗れるチケットがあって料金そんな変わんないんですよね。時間があるならば4回チケットでもいいような気がしますね。ただ私みたいに冷めてる人間は2回でいいような気がしますけどね。ただもちろんお子さんにはおすすめできると思います。私のような冷めたおっさんにはおすすめできないのかも分かりませんね。リフト降りました。では2回目乗っていきます。今度はもっと綺麗に撮れるように工夫したいと思います。よっしゃ行くぞコースはかなり急ですね。急カーブが多い。はい、ということで2回目のライドも終えました。2回目は結構急カーブが多くてちょっと楽しかったですね。はい、ではビーチステーションからセントーサエクスプレスに乗りたいと思います。セントーサエクスプレスでリゾーツワールドステーションですね、やってきました。何しに来たのかというとですねラストカジノです。ではまた後ほど。今3時半です。カジノ終わりました。結果5万3000勝ちました。なのでトータルでも勝ちですね。とはいえしょぼいですねいやもっと大勝ちするか金なくなるかまでやろうと思ったんですけどなんか眠くなってきてもう集中力がめちゃくちゃ落ちたんですいません。つまんない結果で申し訳ないんですけどやめました。で今からですねまだまだフライトまで時間あるんで航海行って飯食おうと思います。はい、ちょうど来ましたね。 RWS8 という無料バスになります。サクッとビボシティ前まで着きました。道の反対側行ってハーバーステーション A っていうバス停からバスに乗ろうと思います。はい、この100番のバスに乗っていきます。ラッフルズプレイスステーション F というバス停で降りました。この辺でですね結構レートがいい両替所があるみたいなのでさっきカジノで買った金額含め、米ドルに両替しようと思います。
でこのザ・ベースメントっていうビルの名前なのか何なのか分かんないですけど、ここの地下にレートのいい両替所があるらしいです。ここっぽいっすね。財布マネーチェンジャーっていうのかな。ここで両替しようと思います。はい、今両替してきました。確かにかなりレートは良かったです。対応してくれたおっちゃんもめちゃくちゃいい感じの人だったんで、あそこ結構おすすめですわ。今の両替所があるビルのすぐ道挟んで向かい側に一昨日も行ったラオパサというホーカーがあるので、今日もこのホーカーで飯食おうと思います。今まではなるべくシンガポールっぽいものを食べてきたんですけど、今日はもうそういうのこだわらず食べたいものを食べようと思います。別々のお店でいろいろ買ってきました。まずビールタイが12ドル、焼き餃子これが 7.8 ドル、カニ身入りのチャーハン 7.5 ドル、ただの中華定食ですけどいただきます。ではまず5分ぐらい待たされたんで、ほんと作りたてって感じのカニの身入りチャーハンいただきます。うまい。日本の中華食堂で食べるチャーハンと全く同じ味。めちゃくちゃうまい。カニの身ですね。ちゃんとカニの味がしてうまい。焼き餃子ご覧の通り盛り方がめちゃくちゃなんですけど8個でしたね。8個入りでした。では餃子いただきます。焼き餃子結構皮が厚め。正直皮は微妙なんですけど、中のあんはめちゃくちゃうまい。中はこんな感じですね。見えるかな。中身詳しくはごめんなさい、わかんないですけど、肉とニラと玉ねぎ、その辺は確認できますね。皮が硬くて厚いけどでもうまいです。正直チャーハンより餃子の方がちょっと高いっていうのがよくわかんないっちゃわかんないんだけど、チャーハンがうまい。やっぱ中華料理は偉大ですね。うまい。そして当然ビールがめちゃくちゃうまいです。そうか、最高っす。ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかったです約3000円使ったので散財した感じはするんですけど、もう満足度は高いです。うまかった。では荷物預けてる宿の方に行こうと思います。5時17分宿に戻ってきました。では荷物引き取ってちょっと涼んでから空港へ向かおうと思います。では5時37分、ホテルを出発しました。今から空港へ向かうんですけども、来た時と同じようにまたバスに乗って空港へ行こうと思います。はい、では宿から歩いて5分ぐらいのところにある、何度か利用してるクラークキーステーション Eというところからバスに乗ります。197番のバスに乗りました。このバスは2駅だけ乗って乗り換えます。2駅でカテドラル・オブ・ザ・グッド・シェパードっていうバス停で降りました。でここから歩いてちょっと行ったところにあるバス停に移動して次のバスに乗りたいと思います。徒歩 2,3 分歩いてきまして、こちらのバス停から今度は36番のバスに乗ります。その36番のバスで空港に行くはずです。はい、36番のバスが来ましたので乗り込みます。6時46分に空港のターミナル1のバス停に到着しました。私が今夜乗るフライトはターミナル2なんですけども、ここに着いた時と同じようにジュエルにちょっと行きたいなと思いましたので、こちらで降りました。でプラスジュエルでもなんかチェックインできるらしいので、ジュエルにあるカウンターでチェックインして荷物を預けたいと思います。このようにジュエルの1階にはアーリーチェックインというブースがありまして、3時間前までならここでチェックインできます。航空会社によりますけど、便利でいいですね。ということで私もチェックイン終わりまして、大きい荷物を預けることができました。なので身軽な感じでジュエルの観光、ジュエルの名所を見に行くことができます。素晴らしいサービスですね。はい、そして空港に着いた時には朝早すぎて流れていなかった滝がこのように流れてますね。時間帯が時間帯だからかライトアップもされててかなり綺麗。色も変化していきましたね。綺麗綺麗。シンガポール旅行の締めくくりとしていいんじゃないでしょうか。ジュエル早めに空港に来てこのジュエルを観光するの結構おすすめですね。ちょっと上の階に上がってきたら今度は緑色になってましたね。いや、いい感じいい感じ。ジュエルって、私はもうさっきの滝のイメージしかなかったんですけど、おそらくジュエルってこの建物自体のことを言うっぽいですよね。ジュエルはショッピングモールっていう認識でいいのかな。もうレストランだらけですね。もうレストランとかスイーツ屋さんとかそんなんばっかです。もうそこら中からいい匂いがしてきますね。でここあれだ、シンガポール着いた時にターミナル2から来たのがこっからで、ここに来たんですよね。そういえばいや、もう遠い昔のことのようで懐かしいな。こっからの見晴らしもやっぱいいっすよね。やっぱりここはめちゃくちゃ人いますね。ジュエルこんな感じです。いやー素晴らしい。
はい、ということでチャンギ空港のジュエルでした。今撮影なしでブラブラとジュエルの中を巡ってたんですけど、めちゃくちゃびっくりするものがあったなんとロイヤルホストですマジっすか。こんなとこにあるんだ。たまたま店名が一緒とかじゃなくて本当に日本のロイホですね。でもちょっと高いっすね日本のロイホも行かないからあんま分かんないな。同じぐらいもしかして。いやちょっと高いか。はい、それではもう少ししたらシンガポールを出国します。普段なら第2ターミナルまで行って制限エリア内に入ってからまとめをお話しするんですけど、ちょっと時間余っちゃったんで今まだジュエルの1階におりますが、まとめの話をします。シンガポール初めて来たんですけど、ホーカーはやっぱ最高っすね。世界遺産にすべき。それ以外に関しては、正直無課金税にはなかなか厳しい気がしましたね。正直そこまでここ行ってよかったっていうところは、正直なかったかな。ただ一番有名なマーライオンは言われてるよりは個人的には好きでしたね。でただ課金できる人、課金って言い方悪いですけど、いろんな観光スポット、アトラクション、テーマパークいろいろあると思うんですけど、その辺をお金払えるっていう経済状況の方はめちゃくちゃ楽しめるかもしれないですね。で次行く国なんですけども、スターアライアンスの世界一周航空券16便中2便目ですね。シンガポール航空でスリランカのコロンボへ行ってまいります。コロンボへ行くというか、コロンボ空港ですね。正式名称は違うんですけど、とりあえずスリランカに行ってまいります。夜10時20分、もともと夜10時20分発だったんですけど35分遅れで10時55分発になりました。ということで次回はスリランカ編になりますね。シンガポール編ご視聴いただきありがとうございました。面白かった、役に立ったとか、嘘でも楽しそうにしろよとか、いろんな感想をお持ちになった方はそれぞれチャンネル登録、高評価していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。では、次回のスリランカ編でお会いしましょう。